える葦である。この言葉で有名なフランスの数学者パスカルは、その著書「バーンセ」の中で聖書予言についてこう言いました。たとえ私がメシアについて語られている何事も聞かなかったとしても、世界の皇帝についてかくも驚くべき予言があり、しかもそれが成就したのを見ては、それは神の技であると思うであろう。日本人がバーンセの前半を読んで理解できても、後半がほとんど理解できないのは、聖書予言の知識がないからです。パスカルが聖書に驚嘆したのは、聖書が世界の歴史を驚くべき精度で予言していたことでした。偉大な数学者パスカルがキリスト教を深く信仰したのは、聖書予言を研究し、その壮大な予言に神秘を見たからです。では、その世界の皇帝をすべて予言しているダニエル書を調べていきましょう。ダニエル書は旧約聖書の中にある書物です。聖書には旧約聖書と新約聖書があります。旧約聖書はもともとユダヤ教の聖典です。ユダヤ教徒は旧約聖書だけを信じ、キリスト教徒は旧約聖書と新約聖書の2つを信じています。その違いについては後々お話ししましょう。旧約聖書の内容は主に世の始まり、ユダヤ民族の歴史、そして予言です。聖書の予言とは、神の言葉を預かったもの、つまり預言者たちが書き残した言葉です。それは人間の預言の言葉とは違います。日本人は聖書預言を人間の預言だと思っていますが、それは間違いです。聖書預言には人の預言とは違って、その成就を裏付ける実際の歴史があるのです。だから、パスカルのような人々も聖書を信じてきたのです。旧約聖書のダニエル書は、預言者ダニエルが書き残した書物です。ダニエルとはどのような人物だったかを調べましょう。紀元前6世紀頃のバビロン帝国全盛時代に、ユダ王国というユダヤ人の国がありました。ユダヤ人は聖書の神と契約を結んだ民でした。ユダ王国の首都には神のエルサレム神殿がありました。しかし、当時のユダヤの民は神への信仰を失っていました。すると、神の預言者たちが現れ、悔い改めなければ、バビロンによって国が滅ぼされると預言しました。しかし、ユダヤの民は、その警告を信じず、悔い改めませんでした。そして、ついに、預言通りのことが起こったのです。バビロン帝国は、ユダ王国を攻め、エルサレム神殿を破壊し、国を滅ぼしました。預言通り、ユダヤの民は捕虜となって、バビロンに連れて行かれたのです。これが有名なバビロン捕囚です。その捕囚の民の中に、少年ダニエルがいました。ダニエルは非常に優秀だったので、バビロン王に仕えることになり、そこで、終末までの世界の予言を与えられたのです。ある日、バビロン王は、不思議な夢を見たのですが、バビロンの知者たちには、その意味が全くわかりませんでした。しかし、ダニエルには、神から予言が与えられたので、その意味がわかりました。王様、あなたは寝床で、この後何が起こるのかと思い巡らされましたが、秘密を表される方が、後に起こることを、あなたにお示しになったのです。あなたは、一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それが、
あなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は、頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに、一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って、跡形もなくなりました。そして、その像を打った石は、大きな山となって、全土に満ちました。これが、その夢でした。私たちは、その解き明かしを、王様の前に申し上げましょう。王の王である王様、あなたは、あの金の頭です。あなたの後に、あなたより劣る、もう一つの国が起こります。次に、青銅の第三の国が起こって、全土を治めるようになります。第四の国は、鉄のように強い国です。鉄は、すべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は、鉄が打ち砕くように、先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その鉄は、ドロドロの粘土と混じり合っているのです。この王たちの時代に、天の神は、一つの国を起こされます。その国は、永遠に滅ぼされることがなく、その国は、他の民に渡されず、かえって、これらの国々をことごとく打ち砕いて、絶滅してしまいます。しかし、この国は、永遠に立ち続けます。バビロンの王は、その解き明かしに驚き、ダニエルを認め、神を賛美しました。では、それを詳しく解説していきましょう。こうしてみると、バビロン文明を受け継ぐ帝国は、頭、胸、腹、足の4つの国になるとわかります。その国の性質は、純金から鉄へと、価値が下がっていくのとは逆に、強さの方は増していきます。つまり、国の人間性は劣化していきますが、その力の強さは増していくのです。すでに、人間の像の頭がバビロンだということは、ダニエルが解き明かしましたね。しかし、これだけではまだ情報不足です。実は、ダニエル書は、他の部分と合わせて解読すると、よりわかりやすくなるようになっているのです。ダニエル書8章では、バビロン帝国の次に来る帝国がどこかが書かれています。ある日、ダニエルが幻を見たとき、天使が現れ、その幻を解き明かしました。あなたが見たオス羊の持つあの2本の角は、メディアとペルシャの王である。毛深い親毛は、ギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角は、その第一の王である。バビロンの次にはメディア・ペルシャ、その次にはギリシャが来ると、ダニエル書には名指しで書かれているのです。果たして、歴史はその通りになったのでしょうか。ダニエル書7章のもう一つ別の予言を、先のバビロン王の夢の予言と一緒に見ていくと、よりわかりやすくなります。ある日、ダニエルは不思議な夢を見ました。それは、4頭の獣が次々にやってくる夢でしたが、これは未来の4つの帝国を表した予言だったのです。第1番目に登場した獣は獅子でした。それは人間の像で言えば金の頭の部分で気高いバビロン帝国を表します。第2番目に登場したのは
獰猛な熊でしたが、その口には3本の肋骨がありました。それは人間の像で言えば、銀の腕と胸の部分にあたります。この国は、右手と左手が手を組んだような、メディアとペルシャの2つの国が合体した国でした。それがメディア・ペルシャ帝国です。実際に、メディア・ペルシャ帝国は、リディア、エジプト、バビロンの3つの国を滅ぼしていきました。これが3本の肋骨です。第3番目に登場したのは、4つの翼を持った豹でした。それは、人間の像で言えば、青銅の腹とももの部分にあたります。実際に、メディア・ペルシャ帝国を滅ぼしたのは、ギリシャのアレクサンダー大王でした。大王は、まるで豹のように、短期間に世界を征服し、ギリシャ文化を広めていきました。しかし、33歳という若さで急死し、その帝国は、彼の4人の将軍が分割しました。その4人の将軍とは、セレウコス、プトレマイオス、リシマコス、カッサンドロスです。豹の背にある4つの翼とは、その4人のことです。さて、第4番目に登場したのは、ものすごく恐ろしい獣で、鉄の牙を持ち、10本の角を持っていました。それは、人間の像で言えば、鉄の足と、鉄と粘土の指先にあたります。ダニエル書には、この第4の国の名は、書かれていません。ダニエルの時代には、まだこの世に存在しない国だったからです。それは、もちろん、ローマ帝国以外にはありません。ローマ帝国は、ギリシャ文化を飲み込みながら、次々と国々を征服していきました。それは、鉄のような冷酷さを持つ、ものすごく恐ろしい獣でした。さて、そんな時、ローマ帝国の属州のユダヤに、イエス・キリストが現れ、十字架にかかったのです。キリスト教は、ローマ帝国内で、爆発的に広がり始めました。ローマ皇帝は、キリスト教徒を迫害しました。しかし、長い戦いの末、キリスト教はローマの国教となりました。教会は、ローマ文化を封印し、ローマの残忍さは影を潜めていきました。ローマ帝国は、東ローマと西ローマの2本の足になり、その後、バラバラになっていきます。ローマは、滅んだかのように思われました。しかし、ダニエルの予言によれば、第4の獣、ローマは、まだ完全に滅んだわけではなかったのです。教会がローマ化して堕落すると、ルネッサンスが起こり、ギリシャ・ローマ文化の復興が始まりました。封印は解かれ、第4の獣、ローマ怪獣は、眠りから目覚め始めたのです。そして、現在、私たちの時代は、ダニエルの予言通りに、ローマ復興の準備を見ています。さて、ダニエルは、バビロン王に、この第4番目の国の最後の姿について、こう予言しました。あなたがご覧になった足と足の指は、その一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には、鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったように、その鉄は、ドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が、一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのを、あなたがご覧になったように、それらは人間の種によって、互いに混じり合うでしょう。しかし、鉄が粘土と混じり合わないように、それらが互いに団結することはありません。現在、ヨーロッパには、中東から大量の難民が流入しています。
すでに国境もないため、難民はヨーロッパ中に流れ込み、人種は混じり合っています。人種も思想も違う混合集団に団結は不可能です。国の一部は強く、一部が脆い状況は、まるで現在の EU 欧州連合の状態のようです。しかし、今のヨーロッパは、まだ、この復興ローマ帝国ではありません。なぜなら、この最後の帝国の姿には、ある特徴があるからです。その帝国は、10本の角、10本の足の指のような、10カ国の連合国となるはずなのです。もし、その国が現れたら、それは、この文明の最後の時が来た印です。その時代は、大観覧時代、黙示録の時代とも呼ばれる終末時代です。そして、その帝国に、最後の独裁者ニムロデが現れ、世界にバベルの再来をもたらします。地上は、バベルの時代のように大混乱となり、人類に絶体絶命の危機が訪れます。しかし、その時、再び神が介入されるのです。なんと、天から人手によらない石が降りてきて、この怪獣と戦います。そして、その石が大勝利を収め、全世界を救うのです。こうして、バビロン文明の流れは止まり、第四の獣、ローマは滅び、恐ろしい終末時代は終わります。地上に、真の平和がやってきます。一体、この人手によらない石の正体とは何でしょうか。それを知るには、まず聖書を書き記したユダヤ民族について知らなくてはなりません。なぜなら、彼ら自身が聖書の予言の時の印そのものであり、人手によらない石を迎える民族だからです。聖書が書かれた理由も、人類の救いも、この民族を知らなければ、決してわからないからです。ユダヤ民族は、終末を解く鍵です。それは、驚くべき現実の時の印です。次回は、ユダヤ民族の驚くべき時の印を調べながら、聖書予言の鍵を開けていきましょう。